僕初めて超大作のゴルゴ13を読んだんですけど、200巻まで。いやいや最初だけなんですけど、最初だけ。おゴルゴって意外とお笑い好きなんですね。忙しい社会人2人がいろんな漫画の魅力をワイワイ語る漫画760。お送りするのは佐島と庭です。本日はゴルゴ13の話をしたいと思うんですけれども。いや久しぶりやね、ゴルゴ13の話。いや僕はね初めてなんですけど、でなんでこれ話すかっていうと、ビッコミ、ビッグコミックのオンラインサイトか、で、ゴルゴ13が全話無料キャンペーンを、6月12日の木曜日までやっていらして、まだ有給とか取ったら1日空けれるよね。いやそれはこのエピソードすぐ見た人だけなんで、聞いた人だけ、多分間に合ってないんですけど、まあそういうのやっておられまして、せっかくなんで読もうじゃないかと。で今回は1巻のネタバレありで、まあ、2人読んできまして1巻を紹介したいなと思っていまして、まあ、せっかくなんでこのまだ読んだことない人とか、久々に読んでみようかなっていう人に読んでほしいなということで話していきたいと思うんですけど、はいまあ、前提として、僕はさっきも言ったようにゴルゴ13は、まあ、漫画を読むのはほぼ初めて。まあ、なんとなくコンビニで売ってる総集編とかちらっと見たことあるかなぐらい。はいはいはい。まあまあ喫茶店とか置いてるもんね、多分。そう。であとプラスちょっとこうゲームとかをしたことあるくらいかな。ちょっと待って、あれこうスナイパーライフルみたいな覗くやつ。まあそれはまた後で喋りましょうよ。まあそれぐらいなんでほぼ初めてです。で佐島さんは読んだことあるんでしたよね。僕はなんかね、何巻から何巻まで読んだってわからない感じで読んじゃってて。おじいちゃんがめちゃくちゃゴルゴ13好きなんですよ。でずーっと読んでて、それ溜まってるやつを僕がまあおじいちゃん家遊びに行った時とか、おじいちゃんと一緒に住んでた時とかにこうちらほら読んでたんで、たのと、あとおじいちゃんめっちゃコンビニ総集編みたいなの買ってくるからコンビニ本みたいなやつねそういうの買うんや。で読みながらこれ前読んだなとか言いながら、まあ、そうやねんけど絶対その買い方したらそうなるよね。何回5回ぐらい説明したけどあんまよく分かってなかったっぽくてずっと買ってますねまあ本人が楽しいんやったらええけど。佐島さんある程度読んだことあるけど、今回改めて1巻をね。そうっすね。一応僕は Kindle で50巻まで持ってんのかな。一応なんか安く売ってた時があって、一応50巻まで買ってるんすけど、1巻と49巻と50巻しか読んでないいやすげえ雑な読み方してるけどこれからねまあなんで今回はちょっと1巻のネタバレありで紹介したいなと思ってるんで、まあ読んだことない人もぜひ楽しめると思うので聞いていただければなというところでお願いします。話していきたいと思うんですけど、でも庭さんお笑いがなんていやいきなりそこお笑いがなんて、そうつかみで言ったんやから最初に喋らなあかんでしょそんななんてお笑いが、いやゴルゴってなんかイメージとそもそもめちゃくちゃ違うなっていうのを一巻読んで思って、一巻は確かに思いましたね僕も。まあ僕はそもそもさほとんど読んだことなかったからゴルゴのイメージって、そのスナイパーでめちゃめちゃ仕事がバリバリできて、なんか冷酷な仕事人みたいなイメージやったんですよ。そうやったんですけど、なんかやたらとジョークとかを言うなっていう驚きがあって、なんかね僕も初期の頃は割と喋るみたいな話を聞いたことがあって、でもおじいちゃん家に置いてるやつ結構後の方のやつやったから、もうほんまになんつう人の話聞くときずっと吹き出しにてん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 しか書いてへんみたいなまあそういうのもまずあった気もするけど一巻でもでも基本そうなんですよ。もうほんまにゴルゴ今回全然喋ってへんくないみたいな回もあったりするぐらい、ようやく口聞いたみたいな回もあるぐらい全然喋らへん寡黙な人のイメージだったんですけど、めっちゃ喋ってましたよね、一巻。そう喋ってた、長台詞結構あったよね。ほんであった気がするななんかつらつらと喋ってくれるし、そこら辺は確かにやっぱ初期の頃ってそういうなんていうのちょっと作風違うみたいなあんねやっていうのを改めて読んで思いましたね。それはやっぱ初期と、まあ、いわゆる中盤後半とでも違うんや。なんかまあ初期は特になんかちょっと若さ感じるみたいなのは聞いたことはありますね、ゴルゴファンの人から。
そうなんや。若さを感じるんや、ゴルゴから。喋るんや、こんなに、みたいな。でも昔こんな喋ってたんや、みたいな。ああ、そっかそっか。どんどんプロが洗練されていって喋らへんくなってくみたいな。まあそうよね。いろんな経験をね、していくわけやもんね。ゴルゴ13自身もね。いや、まあでもこの時点、1巻の時点でプロ中のプロで世界最高のスナイパーみたいな感じでしたけどね。一応。まあそういう触れ込みっぽかったよね。まあでも1位やのに、こっからさらにこう磨きをかけていくっていうのはすごいよね。ああ、そうやな。抜かれへんようにさ。そう、それは確かにすごいことや。いや、僕はやっぱ気になったのは、なんかそのちょこちょこジョークとかさ。そうね。ゴルゴ発信のね。そうそう、ユーモアみたいなのを出してくるじゃないですか。意外やったな、これ。そうそうそう。ああ、確かに。一番最初の仕事のお金のやり取りの時かな？ビッグセーフ作戦の時？あ、そうそうそう。で、なんか全額、前金で払えと。で、うわ、なんちゅうこと言うにやと思ってたんやけど。前金で払えって言ってないで。言葉には出してないだけ。言ってはない。せやねんな。それ語弊がある。語弊がある皆さん、それは。頭金だけちょっと払うから、残りは成功したら払うぞって言ったら、なんか睨みつけて帰ろうとするっていうムーブをかまして。あれ、資料バサって帰ろうとしてませんでしたから。なんやねんこいつと思ったんやけど。わかった。全額払うって言ってたね。あれでも向こう側の解釈の問題やから、それは。いやゴルゴは何も言ってへんから別に。いやそれ忖度問題やから、そんな。いや、あれ裁判やったらゴルゴ勝てると思うけどな。いや、全額払えとは言ってないですけどね。いや、言えると思うけどな。そんなこと裁判で争えへんと思う、あの人らの立場はね。そうそう、そのやり取りの中でお金結局全額受け取って、領収書はいらないだろうねって言ってて、こいつめちゃくちゃ小憎たらしいジョーク言ってくるやんけと思ってね。なんかね、あのあたりの雰囲気でもなんかそう、ボケてますよみたいな感じで言うわけじゃないじゃないですか。そうそう、まあそうなんやけど、領収書いりまっかみたいな感じじゃないじゃないですか、別に。まあそれはね、ボソッと言うタイプのね。そうそうそう、なんかね、あの雰囲気がめちゃくちゃ007っぽいっていうか、イギリスのスパイものの映画が多分ね、これゴルゴが始まったの67年とか68年とかだったかな、と思うんですけど、それの前に007の映画のシリーズって始まってて、なんか007ってイギリスのシリーズやから、まあ、主人公のジェームズ・ボンドっていうスパイがいるんですけど、はい、あんまりこうジョークバコーン言うてハハハハってなる感じじゃないんですよ。いや、まあそれはなんかイギリスとか関係なく、殺し屋がさバコーンって笑い取ってたらなんか気になってまうけどな。いや、まあそういう殺し屋漫画もあるじゃないですか、多分ギャグ漫画的な。まあギャグ漫画やとね、いやだからテイスト変わるやん、作風が。それでもなんかちょっとボソッと言って、まあなんか言われた時に皮肉とかでボソッと言い返すみたいな。はいはいはい。とかはすげえ007っぽいなーって思いながら、なんか結構そういうスパイもの感みたいなすげえあるなー。なんかでも時代的にやっぱ007とか人気やったから影響受けてんのかなと思ってたら、なんか斎藤隆夫先生、これのゴルゴの連載前に007のコミカライズみたいなのやってたんですね。へえ。なんか調べたら出てきて、ちょっと Kindle とかでは読めないっぽいんですけど、コミックでその復刻版みたいな、ちょっと前に出たり、ちょっと前っていうか何年か前やけど、にまた出たりとかしてたみたいで。渋いな。やっぱなんか影響っていうか初期のこのゴルゴってちょっと007っぽいとこあんねやっていうのちょっと感動しましたね。ああ、そういうとこも似通ってるんや、ジョークと。多分ね。なんかぽいなって思ってた斎藤隆夫先生が007のコミカライズやってたから、まあじゃあめっちゃ影響ありそうな感じすんなって思った、改めて。なんか、まあジョークも言うしさ、なんか思ってたより表情豊かやなと思うところもあったりさ。めっちゃ変装するしな。そう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 。むちゃくちゃ変装するんよね。チャリ乗れるんやって思った、一回見て。ちょっと待って、チャリは乗れるだろ。いやでもゴルゴがチャリ乗ってるところあんま見いひんと思うんですよね、多分。まあそれはさ、確かにね、イメージはないけどさ、なんかね、僕の記憶の中でチャリに乗ってるイメージがほぼなくて、乗れるのは多分乗れるんでしょうよ、そりゃ。そりゃ乗れる。だってさ、さらっと飛行機とかも運転する人やからさ。いやでもさ、なんかこうイチローとかも
野球はすごいできるけど、バスケをこうやってみると、なんか意外とぎこちない動きになるみたいな話聞いたことあるんですよ。へえ。いや、ゴルゴもそんな感じやったりするのかなと思ってたんですけど。自転車はいけるって。もう全部できるんや、ゴルゴはって思って。こんなところまでできるんやって。ちゃうね。いや、それはさ、なんてやろ、ゴルゴ13になる以前に自転車はマスターしてる可能性が高いでしょ。いや、わかんないっすよ。育ちとかによるじゃないですか。そんな、どの国で育つとかさ。そら育ちによるよ。よるけど、生まれた頃からゴルゴ13じゃないでしょ、彼はきっと。まあ、そりゃそうでしょうね。だから、なんていうか、いわゆるね、普通の生活と言ったらあれですけど、殺し屋じゃない生活を過ごしてきてる可能性はあるでしょ。いや、わからんで。父親とか、なんか母親とかにめっちゃもう殺しのテクニックを小さい時から叩き込まれてたんかもしれないですよ、それは。そう、ハンターハンターのキルアみたいなこと。そういうことかもしらんで、もしかしたら。あ、そうなんか。キルは自転車乗れる？乗れるやろ、多分。そう言われても乗れると思うわ。乗れるか。ね、一発で乗れそうやもんな、練習してへんくても。俺初めて乗ったけどさ、つってこう乗れそうやもんな。言いそうやわ。いけるか、じゃあ。そう、いける。いや、それでも意外やったな。変装してチャリに乗って敵地に潜入するっていうさ。まあ、スパイっぽい動きなんかな。そう。変装だって3回ぐらいしてましたよね。この1巻でね。1巻の中で。してたと思う。4案件しかないけど。してましたよね、結構。してたね。確かにしてたわ。いや、なんか、そこも意外やったね。変装するんや、みたいな。イメージと違うね。で、その変装のとこですごく思ったことがあって、僕の中でゴルゴってその殺しのプロフェッショナルで、なんていうの、あんまり悪いこととかは、殺しは悪いことなんやけど、語弊があるな。語弊がある。殺しはいいと思ってる？違う、よくないんやけど、なんか、それ以外のことで、悪いことはしないみたいな流儀があるんかなって僕の中に勝手にあったんですよ。なんかプロフェッショナルとしてのこだわりみたいな、正義みたいなあると思ってたんですけど、あんまりゴルゴって正義みたいなのないんかなと思ったところがあって。ないね。それはないね。そうやね。全然それがイメージと違って。さっき言ってたさ、変装の話もさ、まあ言うたら悪事に全然関係のない人を縛り上げて、でもなんか慰謝料を渡してる時とかあったよね。いや、じゃあね、それは、説明するとトラックをなんか乗せてくれって言って、運転手に乗せてもらって、なんかお金渡すんですよね。多めにね。ちょっと多めにね。そう。そしたら、なんかこれはお前の慰謝料やみたいなこと言って、運転手はハテナってなるんすけど、なんやかんややり取りした後に運転手ボコボコに殴って、運転手に成り代わる変装するっていうことをやるじゃないですか。いや、慰謝料そんな許される行為じゃないからさ。対価渡してるからな。最低やな。でもあれだってトラックの運転手も悪いことやってたからね、結局。まあそれに関してはね、トラックの運転手に関してはその悪事に関わってたけど、それ以外の例えばガソリンスタンドの店員さんを縛り上げて変装するとかもやってたのよ。確かに。そうか、自転車乗ってた屋根の修理屋さんみたいなおじいちゃんも、縛り上げてたよな、確か。そう、第1話でね、大工さんになり変わるってシーンがあるんですけど、それも、そうやね。まあ、慰謝料払ってんちゃうあれも。描写されてへんだけで。お金で解決できてると思うのよくないよ。いや、だってそもそもゴルゴにお金をこうね、渡して暗殺発注してる人たちは、お金でなんとかなるって思ってる人たちやから。じゃあその人らだから悪い人らやからさ、言っとくけど。その中で生きてるわけやからさ、ゴルゴも。いやだからそういう意味で、なんかいわゆる一般の人を巻き込むっていうのはなんか当たり前なんやなと思って、あんま正義みたいなのはないんやなっていうのを感じました。正義はない。正義っていう感じじゃないよね。やっぱり殺し屋やからね。そうなんや。僕はなんかちょっと言うたらちょっと義賊みたいなあるんかなっていう勝手なイメージあったんですよ。ブラックジャック的なね、なんか。そういいことをしてるわけじゃないんやけど、なんか人の心に寄り添うとか守ることは守るみたいな。ない。全然自分のルールだけ。そうやねんな。仕事と自分のルールだけのイメージやな。いやだからちょっとそれは読んだことない僕からしたらね、衝撃のギャップでしたね、これ。まあそういう意味ではめっちゃ主人公っぽいかっていうと、
なんか少年漫画ではないよね。やっぱ青年漫画の主人公って感じしますよね。まあ大人向けやね。ちょっと子供には説明しづらいというかね。そうね。親戚のおじさんとかもゴルゴ好きなんですよ。はいはい、はい。で、おじいちゃん家にこう集まった時に、まあ親戚のおじさんおばさんとか、うちのお母さんとかもこうゴルゴ読んだりとかしてる時期があって、これなんか前話したかもしれないですけど、僕小学校の時とかにみんな何読んでんのみたいな。だからまあゴルゴ13っていう漫画やで、でも読んだらあかんでって言われてたんですよ。なんか言ってたかも昔。なんで読んだらあかんのって聞いたら、まあその暴力が結構多い漫画やから、読んだらあかんねんと。どういう暴力なんて聞いたら、みたいな。なんか人と戦うから、まあボクシングみたいな感じとか言ってて。いやまあそういうシーンもあるけどね。あるけど。そう。でね、なんかね、途中で、狙撃するときになんか手の震え止まらへんくなるみたいな。心理的なやつっていうより多分なんか体のなんか神経的なところで、こうちょっと震えちゃうみたいな。で、それとちょっとなんかこう折り合いつけなあかんみたいな流れの時があるんですけど、ちょうどその時期やって、なんか結構ゴルゴが苦戦してるみたいな話だったんですけど、それも全部ボクシングに変えて僕に説明してくれて、大事な試合があるんやけど、いや、ボクシング漫画になってもうてるやないか、それは。って説明された僕は、小学校の時、未だに覚えてるもん。全然違う漫画になってもうてるからな。この人倒しに行きやって言われて、倒しに行くんやけど、でもやっぱ手のが震えるから、なかなかパンチできひんくて、みたいな。いやその紹介だけ聞いたらさ、初めの一歩読みに行きかけてまいそうやないか。そういう風にゴルゴ13説明された僕は。そうなの。全然ちゃうやんと思ったしな、中学入った時読んだら。まあ確かにね、まあいわゆる殺しっていうシーンもあるし、それはねボクシングに置き換えてたっていうのもあるやろうけど、ちょっと大人向けのエッチなシーンもあるじゃないですか。まあそういうのも正直あると思いますわ。そうやね。説明しづらい。だから僕昔ね、ゴルゴ13ゲームやってたことあるって言ったじゃないですか。一個はタイピングのゲームで僕ゴルゴ13をやってたことあるんですよ。タイピングのゲームであったんや。あったんですよ。昔結構なんか CD ロムでタイピングゲームって流行ってた時期あると思うんですよ。でも確かにゴルゴってセリフ長いもんな。そう。タイピングめっちゃバーってできなあかんもんな、多分。そういうやつがあって、で、僕それで初めてかな、ほぼ初めて触れたんですよ。なるほど。クロロピクリン DD とか入れてたんや。いや、どうやったかな。でもそれで問題やったのが、まあ、父親が買ってきてくれて、で、僕多分一人でやってたんですけど、なんかね、ほてってきたわみたいな、なんかそういうキーワードがさ出てくるの。タイピング練習ソフトでそういうの出てくるんや。出てきた。だからなんか女の人の影が映ってほてってきたわみたいなのが出てきたりとか。いや、やっぱそういうさ、ちょっと大人なシーンが多いから。そうやね。やっぱりちょっと子供に説明するのは難しいよね、正直。だっていっちゃん最初の出だしからもう娼婦との話やったもんな。そうやね、そう。娼婦殴るとこから始まったもんね。娼婦を殴るシーンって、多分有名だと思うんですよ。読んでない人でも知ってる、自分の背後に立つ人を思わず殴ってしまうゴルゴの癖が出るってシーンやと思うんですけど、あれ冒頭なんすねっていう。いやでもあれ多分ね、何回かあると思う。いや多分そうやと思う、ね。何回もあると思う。だから僕が覚えてたの後半っていうか多分90とか100とかそのあたりなんかな。ちょっと関数わかんないんですけど、なんかその修正を逆手に取られて、警官がわざと後ろに音もなく寄っていって殴られて公務執行妨害で逮捕するみたいなやってた。確か。あいつは後ろに立たれると殴らざるを得ないからなみたいな感じで。有名な癖になってもうてんやもん。そう逆手に取られてんの覚えてるわ、なんか。逆手に取られてんや。だってね、ちょっとエッチなシーンなんかなと思いきや急にゴルゴが殴り出してそういう展開になるわけですけど、ゴルゴもなんか自分で殴った後にうって言ってるんですよね。やってもったみたいな。癖やからあれ。せやねんな、あれ癖なんよな。
警官殴った時は済ました顔してたと思う。それはもうごまかしようがなかったからかな。成長したんちゃうやっぱそれは。そうなんもう殴るもんやしなみたいなさ。いやそれあんま成長って言わん気がする。なんか心理的な成長。半分諦めやと思うね、受け入れる力みたいな。なんちゃうかな。人の癖はさあんまり責めること正直できひんからさ。直せっていうのもちゃうやん。まあ直せない癖だって実際あるしね。その癖のおかげで今まで生き残ってこれたわけじゃないですか。まあ確かにそれはそう。ゴルゴに関してはさ。でもあれは衝撃の冒頭シーンやったね。そうなのよほんまに、あれ本筋と全然関係ない話だったからね。あれ捕まっ、なんかこれ裏があって殴ったんかなとか思ったんですよね。わざと捕まったんかなと思ってたらなんか仕事の途中でなんか捕まってるけどまあ大丈夫でしょうみたいなそうやね話されてたもんな。なんか一応説明の中では泥酔していたみたいな表記もあったから単純に酔っ払って癖が出て人を殴ったっていう若さかな。若さなんや。だってさあれすごいざっくり言ったら、風俗店でつい風俗嬢を殴ってしまってスタッフが駆けつけたところを暴行して逃走してそして捕まったっていうことやもんね。そうそうってそうやね、それでゴルゴ13が始まるわけやからね。令和の世の中で起こってるんやからそれは68年起こるでしょ。それはそうやけどな。新しい形の犯罪ではないよそれは。確かにその新しい形ではないんやけどストーリーの始まりがそれなんやっていうのはあるよね。せやね。ちょっとびっくりやねあれは。まあでもそれぐらいそのなんか癖が染みついてる人っていうのはわかるやんねあれで。確かにね。なんか結構僕らからするともうわからんじゃないですかその感覚。法律を破るよりも早く手が出ちゃうわけじゃないですかその習性として。そうやね。それはなんかプロやなって思うね。まあ野生の動物だってそういうもんかもしれないね。危険を感じたら噛みつくとかそういうことだよね。そういやプロですよあれは。プロなんや。いやそのさ癖がありすぎるせいで、なんか人に立たれたくないからゴルゴが壁際で喋り出すっていうシーンがあるじゃないですか。あれはでもずっとそうちゃうかな。それはやっぱずっとそうなんや。そうなんか依頼人の話聞く時とかは結構壁に持たれてこう腕組んでてん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 のことが多い気する。やっぱ立たれないようにしてるんや。まあだから反省を生かしてるんやろね。まあ癖が出ないようにしてるんやね。そうこう空間が空いてたら誰か入ってくる可能性あるからっていうのはあるんちゃう。いやすごい癖との付き合い方やね。いやそうあの時は若かったんやね多分。あれで反省してこうちょっとずつ自分のマイルールみたいなのをこうブラッシュアップしていってるんでしょうねきっと。まあなんか苦労する癖やね。しゃあないな。しゃあないそういう苦労する業界やからしゃあない。まあそれはそうやわ。あと他にちょっと驚きやったのが、一番最初のね依頼がビッグセーフ作戦やったっけ。あるんですけど、これって狙撃で達成するわけじゃないんやっていうのがめちゃくちゃ驚きやって。いやまあでも一応アーマライト M16 やっけ。なんかねゴルゴが使う愛用のライフル銃ね。ずっと使ってるやつでやってたから。いやちゃなんかおなじみの使ってたらセーフとかじゃないんやけどこの頃から武器は一緒なんやとは思った。最初からこれなんやって。いわゆるねなんていうんだろうルパンとかだったらワルサー P38 とかそうゴルゴだったらアーマライト変形銃みたいなやつか。そのこだわりね。がなんか最初からそうなんやみたいなのも思いました。でなんかアーマライト M16 のを絶対に使うからその弱みをついて、そのアーマライト M16 が不利な環境にわざとゴルゴを送ってでゴルゴと戦おうみたいな回もあったりするんですよ。砂漠とかその砂が入ると良くないみたいなあるらしくて。なるほどね。そうで砂漠やったら別の銃の方が性能っていうか耐久性が高いからそっちで戦おうみたいな。でゴルゴを追い詰めるみたいなのもあったりするぐらいやっぱすごい
もうゴルゴといえばな銃なんですよね。さっきの癖もそうやけど、有名になりすぎて対策されすぎてんねんな。いやでもそれ超えてくるんですよ。ちゃんと。まあそれがね、レジェンドですから。絶対超えてくるから。でも結局さ、そう、ちょっと話戻ってくるけど、あの銃を使ってるけど、最初の依頼なんかもう目の前にいる敵の頭を割れて撃ち抜くっていう。スコープ覗いてすらなかったな。そうそうそう。全く狙撃じゃないことにさ、ゴルゴって狙撃じゃないのあるんっていう衝撃で。狙撃、ほぼなかったよね。この第1巻でそのスコープを覗いてちゃんと撃つっていうのをタイヤぐらいじゃない？もう一個あった。なんか偽物の子供とお母さんがいて、そうか。そう、ちょっと遠くからその人たちを撃つっていうのもあったから、一応ね、狙撃シーンはあるのはあるんですけど。あれ確かに熱かったね、親子のやつ。偽物の親子を判定するために狙撃するっていうね。わざと息子の腕から撃つっていう。で、お母さんがかばうか逃げるかを見るっていう。そう。あれは渋かったな。なるほどなっていうね。いや、でも、まあなんか一か八かかあるけどなと思いましたけどね。まあでもかばわへんような親やったら撃つみたいなのもあるんじゃないいや、それ話違うから。ちゃうか。でもあれはでも一応背景があったもんね。そうなんかずっと息子をかばい通してきたお母さんなはずやから。はい、そう、ね。逃げるのはおかしいっていう背景があったもん。そうか、その背景があったか。そう。だからいいんですよ、あれは。いいんか。だから基本的に僕はゴルゴっていうのは全部狙撃で解決するものやと思ってたから。まあそれもやっぱあれなんかな、徐々に変わってくのかな。そのとんでも狙撃みたいな結構僕印象強いやつあって。めちゃめちゃすごいやつね。そう。換気扇のこの羽の間通してみたいな。狙撃するとか、なんか電車のレールと電車のその車輪のところにちょうど打って脱線させるとか。なんか結構あるんですよ。とんでも狙撃みたいな結構あるんですけど。めちゃくちゃとんでもやな。いやでもね、やっぱそういうイメージあるんですよ。そうですよね。そう、僕もゲームやってたってね、言いましたけど、さっきね、ちょっと言いかけたゲームセンターに置いてあった、ゴルゴ13の狙撃するアーケード機があったんですよね、昔。アーマライト M16 に乗ってるやつじゃん。そう、多分ね。で、それは、まあ僕当時多分小学校前半とかやったから、僕はやってなかったんですけど、兄がすごいやってたの覚えてて、やっぱ珍しいじゃないですか、こうスナイパーライフルがゲームセンターに置いてある。確かに。ハンドガンはね、結構ありましたよね。そう。で、それで覚えてんのは、なんかこう階段を降りてるカップルかなんかの女性のハイヒールのヒールを打ち抜いてこかせみたいな依頼。なんかあった気すんなそれ。でもなんかあった気する。人を撃って殺してはいけないと。なんかわざとこけさせることに意味があるっていう依頼とかがあってすごい覚えてますもん。なんかそういう系たまにあるんですよ。殺したいわけじゃなくて、その殺しの依頼じゃない依頼が来ることあるんですよ。狙撃の依頼が来ることがあるんですよね。珍しいけどな。いやでもちょこちょこあった気すんな。なんかのスポーツの試合で、こうゴール入りそうになったら、そのまあボールだかなんだかを打ってほしいみたいな。逆やったかな。入れれるようにしてほしいやったかな。まあなんかそういうのもあったりとかした気がする。からなんか狙撃にこうどんどん多分寄ってくんでしょうね。殺しから。初期は結構こう潜入とか格闘とかがあるけど、だんだん狙撃に進化していくんかな。なんか狙撃の印象の方が僕はそのおじいちゃんちで読んでたやつで言うと強いけど、もしかしてフェーズがあるんかもしれないですね、そういう何個か。でもそれってさ、ゴルゴがその殺し屋界で生き残っていくためにこう一点集中していったってことなんかな。まあニッチ攻めていってるってことなんじゃないそれは。そうなんか全部できるより、俺は狙撃だっていう武器がある方がこう仕事をもらえるという。そう僕らも漫画760でやるより多分ゴルゴ760でやっていく方がめちゃくちゃニッチなとこ攻めれるんでしょうねきっと。それで言うとまあそれは尖ってるけどそうかもしれん。確かに、ね、だって200巻あるんですよ。まあ終わらへんもんな。で1巻でこんだけ喋ってるじゃないですか今。確かにね。200本いけるからね。いや確かにな。それはそうかもしれん。ゴルゴ760かも。
ゴルゴ760大丈夫ですね。大丈夫です。それは大丈夫です。漫画は面白いと思うけどね。面白いと思うけど、僕らがずっと。斎藤隆夫760でもいいですよ。いやいや、それあんまり。007もあるし。もうあんまり変わらん。それやったらもうゴルゴ760で番外編で007でもいいから、それは。いやでも鬼平犯科帳とかも行きたいから。いや、それも別でチャンネル作ったらええねん、また。鬼平 760? そうそうそう。確かにそしたら別にドラマとかもいけるもんな、漫画だけじゃなくても。そうやで、確かに広がりがあるから。じゃあそんな話したいんちゃうから、何の話やったっけ。ゴルゴがそう狙撃に集中して特化していったのかもねっていう話。まあどこからなんかわかんないです。ちょっと僕50巻まで持ってはいるんで、ちょこちょこ読み進めようかなとは思うんですけど。まあ殺し屋として生き残るための一つの選択やったんかもしれんわね。かもしれん、それは。そっか。僕なんかせっかく一巻、まあある程度ネタバレありの回なんで、めっちゃ細かいとこ喋りたいんですけど、意外やなと思ったポイントに近いんですけど、なんか最初ゴルゴをその娼婦を殴った時ね、一番最初ね、一番最初ネックレスしてましたよね。してたっけな。なんかね、警察官とかが入ってきた時とかにこうネックレスがちょっとなんていうか、まあ宙に浮いてるみたいなさ、そのゴルゴがこう身動きが素早くて、はいはい、今僕ね見たんですけどしてますわ。めちゃくちゃ珍しい気すんなと思って。なるほどね。あんまネックレス身につけてるイメージないですよ。結構ブリーフ一丁になることは多いじゃないですか。なんかそういうイメージはあります。そうそうそう。なんかこういうおしゃれなんかなみたいなのもあるんやっていうのはちょっと思ったし、なのか若さなのかこれも。まあ確かにね、こう年齢によってファッション変わっていくことも大いにありえますから。そうなんかそのファッション周りちょっと気になるところはありましたね。なんか時計も結構良さげなやつつけてたじゃないですか。でなんかナイフとかいろいろこう入ってるやつとかね。せやったなんかね、こう腕縛られた時にジャキーンってね、ナイフが出てくる。007っぽいなと思ったんですけど。レーザー出たりとかするじゃないですか、007とかやったら。そうなんや、僕あんま詳しないけど、まあスパイの秘密道具みたいなね。そうこんな秘密道具みたいなあんねやとか思ってたんですけど。そのあたりもなんかやっぱちょっと初期って違うんかなと思ったりはしたし、身の回りのやつ以外で言うと、ボネさんと戦う時かな、イタリアかどっかで相手側に殺し屋みたいなやつがいてっていう戦いの話の時ね。ボネさんが運転してる車のタイヤをパンクさせて、そのタイヤに爆弾詰め込んだタイヤをこうつけるみたいな。そういうなんか仕掛けみたいなのね。流れの時に、まあさっき庭さんが言ってたみたいに、その自動車修理屋さんみたいなガレージみたいなところで、の店員さん縛り上げて自分が作業してたじゃないですか。まあガソリンスタンドの店員になり変わってたわけよね。そうタイヤに多分爆弾仕込んで空気プシュって入れて、でその準備が終わった時、その空気入れ終わって、準備終わった時にタイヤを手でパチンって叩いててゴルゴがこういうおっさんみたいなことするんやってめっちゃ思っておっさんなんか終わった後にパチンって叩いたりすんのって、これ昭和なんかな、テレビの修理とかさ、わからんけど、なんか終わった後によしパチンって一丁上がりみたいな時にパチンって叩くの、なんかこれゴルゴもやるんやとちょっと思っておっさんなんかは分からへんけどなんかなんていうやろな、江戸っ子みたいな勢いのある感じみたいなイメージはある。江戸っ子なんかなみたいな。そうね一丁みたいな一丁上がりって言ってなんかあれめちゃくちゃ違和感っていうか、なんかこの頃こんなんやってたんやってめっちゃ思って、ちょっとあれ不思議やったねまあ想像してるより人間味あるんよね、やっぱ。そうなんかゴルゴって冷徹にっていうか冷静にずっとこう一定のテンションで仕事してるんやんなーって思ってたら、そういうイメージよね。ちょっとなんかういっみたいなタイミングがあるんやっていうペチーンってねタイヤ叩いてたから、いや若さかな、若さなんかな、この頃は。一個一個楽しかったやろな。なんかタイヤに空気入れるとかあんまやらへんやろうし久しぶりやなこれみたいな。ゴルゴって
年齢取っていくんですか、作品の中で。年を取っていく。年は取らへんのちゃうかな。ああ、そうか、その時はあんまり進行しないんだ。でも、時代背景は変わっていく気がする。この頃ってまだなんか冷戦とか、なんかソ連がどうこうみたいな。ね、68年とか68年やっけ、舞台それぐらいですよね。60年代とかそうね、でも。かな。だから、なんかそういう話やけど、多分、新しい方になってくると、最新の、なんて情勢とかも反映されたやつ来てたんちゃうかな。じゃああれか、世界は動いていってるけど、ゴルゴは年齢不詳で完全無欠のままみたいな感じはあるけどってことやな。なんかコナンやね。いや、コナンは1年経ってないから、それは違うんやけど。いや、わからん。ゴルゴも経ってへんかもしらんで、それは。わからんけど。ちょっと話がややこしくなるから置いといて。まあでも、その、ゴルゴが年取っていって、体が置いていくみたいなのはないんや。なんか体、病気になるかもみたいな、病気かもみたいな時はあったりするけど、年を言っていく話は僕が読んでたところではなかった気するな。そうかそうか。だから体の老いはあんまり感じんけど、その年齢によるなんていうの、心の違いはここに出てるわけやな、初期は。かもしらん、もしかしたら。なんか若さある感じられるのいいですね。そう。やっぱなんかいいよね。荒削りな感じがする。一巻はまだ。確かにね。そこがね、すごい良かったし。なんか潜入する時とかにちゃんと敬語喋ってたのもなんか意外やって。演技をそもそもしてたしね。そう。なんか屋根の修理しに行く時、まあおじいちゃんの服奪って、こう入りに行くけど、なんかその時なんか屋根を修理しに来やしたへえみたいな演技派なのよ。ノリやったじゃないですか、割と。やし、なんかちょこちょこ敬語出てて、敬語喋れるんやって思った。自転車も乗れるし。いやだから敬語も喋れるし。敬語喋れるんや、めっちゃ失礼な、なんか驚きやな。いやなんかあんまりこう依頼主とかに対してもなんかぶっきらぼうなイメージがあったからすごい。そうやね、それは僕でもありました。まあやっぱ任務遂行するために敬語じゃないとさすがに怪しいっていう時は喋るんでしょうね。演技ができると。そう。いやなんかここら辺もなと思いましたね。いや大工さんやったり、そう。宝石商やったり、ガソリンスタンドの店員やったり。そうよ。でも演技すごい上手なんかなと思ってたんですけど、ガソリンスタンドの店員さんに扮した時に、一度自分の顔を見られてる人がいるから、ゴルゴマスクしてたんですよね。ゴーって言ってたんずっと。いやだからバレるって目立つってマスクしてるのが自然やでって多分伝えたかったために咳してたんですけど、いや逆に見るでしょ。しかもガタイやしな。あれ服着ててもなんかごまかされへんガタイの良さしてるもんな。まあガソリンスタンドやったらこう力持ちな人もいるかもしれんけど、おっても不思議ではないか。ちょっとこう演技に入りすぎて席は目立ってたよ。まあ席してましたもんね。そう最初だけとかですいません風邪気味でしてみたいな感じじゃなかったもんな。そうずっと席してたもん。会話せずに席してたもんなずっと。いやだって気になりゃ自分がさガソリンスタンド行った時にさタイヤ変えてくれてる人がずっと席してた。大丈夫かなってなるでしょ。そんな無理せんでええのになと思っちゃうね。そうなんか元気な人と交代できへんのとか絶対思っちゃうからさ。あとなんかね演技じゃないけどそのセリフのところで言うと、舌打ちしてんのも意外やった。してた確かに。どこやったか忘れたんですけどなんかチッって言っててどっかで言ってた気がする。って思ったあれは。やっぱこういうところになんか心の若さのムラみたいなんがあるんかな。なんかその若さなのか、僕がその前読んでた時、捉えきれてへんかったとこなんかわからないんですけど、読んでいったら意外とずっとそうなんかもしらんし。かもしれんか。たまにやっぱ小粋なジョーク言いたくなる時があるんかもしらんしね。それ気になるわめちゃくちゃ。読んでかなあかんねそれは。そう確かにね、データベース作ったらゴルゴがこうジョークを発するこうグラフみたいなゴルゴジョーク一覧。そうゴルゴデータベースはもうすでにあるから。そうやあるんやね、確か公式で。それはどういう暗殺をしたっていうあるからジョークのこの数を見ていくっていうデータベース作ったら
大変やからちょっといいかな、それは。あとなんか、もう一個だけ、暗殺のところとか殺しのところに関して意外やなと思ったのが、バラの話かな？なんかバラ、なんか悪いやつが黄色いバラとか呼ばれてる事件の話かな？そうそう。僕Kindle で見てるとルビーが小さすぎて読めへんかったんですけど。なんてルビーやったか僕も忘れたけど、有名な女の人たちがどんどん消えていくみたいな。そう。バラと狼の盗作ってやつかな。っていうやつで結構その黄色いバラの人の手下みたいなのにこうめっちゃ追いかけられるみたいな時になんか三下っていうかその手下の人たち敵のを殺さずになんか毒ガスで無力化するだけみたいな。なんか嘔吐するガスを吸わせて無力化するみたいな。48時間人間ではいられなくなるとか言ってたけど。恐ろしすぎるんやけど。ゲボ吐きすぎて人間ではおられへんくなるみたいな。なんちゅうもんやと思うけど。そう。でもなんか敵の部下を結構容赦なく全員こうババババって殺しちゃうイメージがあったから。なんかまあ旅行者あたりが見つけてくれるだろうって言って無力化するだけって珍しい気すんなと思って。それもなんか仕事のスタイルの変貌があるんかもね。なんかまあ意外と部下はそんなにみたいな、命は奪わへんみたいなのあったりすんのかなとか思ったんですけど、ちょっとそこはなんか続き見ていきたいなと思いましたね。そうね、読まないとちょっと分かんないから。そう今めっちゃ昔の記憶で喋ってるから。せやね。冒頭でね、一番最初に6月12日まで、全話読み放題キャンペーンやってますみたいな喋ってたんですけど、これはそもそもあれですね、ビッコミって、待てばちょっとずつ読めるんですよね。そもそもね。待てば無料みたいなやつがあって。なんで、今日聞いて、やばい、キャンペーン間に合わへんってなったとしても、ちょっとずつ無料でも読めるんで。これでも、一気に読まんとめっちゃむずい気すんな。コナンと一緒で。なんか、チケット貯めて、そうね。4話分ぐらい一気に読んで、みたいなのがいいムーブな気がしますね。いや、そうやね。話むずいね、めっちゃ。いや、そうな、ややこしいのよね。ややこしい。世界情勢とかね。なんかどっちの国が東側でどっちの国が西側みたいなのもなんかある程度分かってへんと。そうやね。どっちが何しようとしてんのか全然分からんみたいなありそうやもんね。第1巻でも一番最後の事件とかね、結構そんな感じで難しい話やる、ね。そう。僕ちょうど今チャイルド44っていうソ連を舞台にした小説読んでるから、なんかソ連圏ねみたいな。なったけど、これめっちゃむずないって思ったもんな。いや、僕正直よく分かってなかったよ。そうっすよね。難しい。そう。なんか一気に読んでください、ぜひ。そうですね。ビッコミでちょっとチケットを貯めて読むか、単行本ちょこちょこ読むかが良さそうですね。ぜひ皆さんこの機会に。読みましょう。200巻まで行きましょう。いけるかな。また僕はちょっとちょこちょこ報告しますわ。いいですね。今ゴルゴがこう変わってきましたっていう報告するわ。絶対ついていけへんくなるけど報告聞きます。漫画760。エンディングです。漫画760ではエピソードの感想はコメントで、番組へのメッセージはお便りで募集しております。お便りは公式サイトからも送れるので番組概要欄をご確認ください。お便り採用者には抽選で漫画760ステッカーとしおりをプレゼントしています。現在、猫カフェでリーダーにしたい猫キャラのお便りを募集しております。詳しくは概要欄をご確認ください。漫画760は毎週水曜18時頃に更新しています。ぜひ番組のフォロー、高評価、通知設定のオンを忘れずにお願いします。エピソードの概要欄に今回紹介した作品の Amazon の URL を載せているので、よければそちらから買ってください。売上の一部が漫画760の活動資金になります。今回はお便り1通紹介します。ラジオネームまんじゅう大臣さん。米大臣みたいな感じってこと？大臣。まんじゅうの価格を下げる大臣ってことこの人は。いや、もう分からん。まんじゅうの価格下げてことあんのかそれ。あんまり困るんちゃう和菓子屋さん。そうやな。確かにそうやな。もっとなんか身近にみたいな感じの人じゃない？十分身近や、まんじゅうは。ありがたくいただいてる。もうこれ以上近づかんでいいってこと？宮さんからすると。大丈夫。もう大丈夫。大丈夫。いつもウォーキングのお供に聞いていますと。
ありがとうございます。ありがとうございます。忍たまの映画を見るきっかけになったのが2人のポッドキャストでした。そこから自分の好きな作品のエピソードを検索して聞いています。個人的に去年見たアニメの中で一番面白かったデデデデを2人にも見てほしくメールしました。語れる要素しかないし、サブスクでアニメ見れますし、ぜひぜひ見てほしいです。よろしくお願いしますと。いただいております。忍たまの映画、佐島さんが先に紹介してくれたからかな。そうか、そういう流れやったっけ。そうそう、佐島さんが紹介してくれて、僕が即見に行って翌週感想会を出した。結構スピーディーな回やったから。そう、それかな。デデデはね、いつか見れたらいいかなってちょっと思ってるんですけど。デデデデやで。デデデデデデ。デデデデやったら大王になるから。いやもう。どこで切るのが正解なんか僕は分かってへんねんけど。一応まんじゅう大臣さんはデデデデって書いてくれてる。デデデデデストラクションが正解？デデデもっとなかったっけ？デデデデッドデストラクションみたいな感じじゃなかったっけ？そっかそっか、そうやったかも。ごめんなさい、ウルフタイトルぐらい調べてきなさいよ、庭さん。すいません。頼むで。それは見たいなとは思うんですけど、ちょっとそれはいつか見るかもしれんと。見るとは言ってない。見るとは言えてない。いつか見る。見たい。いつか見たいってことね。いや、今期アニメ多いんすよ、見るの。そうね。見たいって思うやつ多いから、昔のやつ手出せてへんねんな、確かに。今期っていうのは春アニメ、夏アニメ。そういう区切り分からん。今やってるやつ。今やってるやつはまだ春アニメやと思う、ね。そう。今やってるやつ。そうね。もともと見る前から僕らなんかこれ気になるよねっていうのを話したしね。そう。伏兵が多かったな、なんか。そっか。こいつもみたいな。しかも7月からもね、気になるのあるしね。ちょっと待って、そっか。ダンダダンとかもそうか。そうなんですよ。ダンダダンも2期がやってくるんで。早いな。気になるのもあるんで、では、見たいなとは思っておりますが、というとこれってテレビアニメシリーズですよね。映画とかじゃなくて。テレビアニメシリーズ、映画もあったっけ？どうやったっけ？調べよう。いやでも、アニメシリーズでやってた気はするけどね。そうっすよね。ちょっと待って。あかんわ、これ。庭さん。デッドデーモンズデストラクションやった。めちゃくちゃ間違ってたね、僕。めちゃくちゃ間違ってる。大変失礼しました。ちょっとこれどこのデを取ってデなん？このデーモンズの後のデストラクションじゃない？いや、デこれ5個あんでも。だからデストラクションのデは抜くんでしょ、多分。そういうこと？そう、多分そういうことやと思う。なるほどね。おそらくね。デーモンズデストラクションのその D じゃないの？それもあるんか。そうか。それも頭文字的な。はい。そっか。むずいな、これ。ええわ。あれ、映画もあるんや。そうか、映画前章と後章、前編後編でやってたんか？でもアニメシリーズ版もあるって書いてあるの。ちょっと待って、ちゃんとみんなわからんわ。今信頼できるソースであるウィキペディアで調べたんですけど。信頼、はい。ちょっとごめんなさいね。パッと調べたらウィキペディア出てきたからあれやけど。はい。前後編の2章立ての劇場アニメ作品があって、その後に劇場版とは異なる結末が描かれるアニメシリーズが全18話あると。映画2本見たらいいってことかな、これは。先に。公開順で見てくから。じゃあ、全部見ろってことでしょ？順番よ、順番。順番はそういうことじゃん。全部見るのは当たり前。庭さんだけ今、そのテーブルについてへんの、庭さんだけ今。ちゃう。それはさ、大変じゃん？今なんか庭さんのそんな低い視座で話してないから、今。腹立つな。もっとこっちまで来て、それは。腹立つな。ほんま。ね、それはいつか機会が来れば喋れるかもしれないし。それはちょっと楽しみにしていただければと思うんですけど。いや、気になってはめちゃいましたね。なんかすごい映画界隈で話題になってた気する。映画の方が。そうなんや。ちょっとめっちゃ気になりますね、これは。いや、僕ね、このお便り実は持ってきたのは、デデの話もあるんですけど、ちょっと気になる一文があって。忍たまの映画を見るきっかけになったのがこのポッドキャストやったと。それはめちゃくちゃ嬉しい。で、その後に、そこから自分の好きな作品のエピソードを検索して聞いてますって書いてくださってるんですけど、
や、これね、いや、めちゃめちゃ嬉しいんですよ。それ自体は嬉しいんですけど、好きな作品以外も聞いてほしいねんってめっちゃ最近のね、なんかこう悩みに当たってるなと思って。それは僕らの努力が不足してるんじゃない？いや、だからそういうことやと思うんですよ。だからリスナーさんにも、まあ、この機会にね、もし他の聞いたことなかったら聞いてほしいっていうのも伝えたいですし、なんか、それはちょっとなんか、うまいこと聞いてもらわなあかんよな、という。でも僕もこの気持ちはすごいわかって、まんじゅう大臣さんの気持ちは。なんかね、好きなやつはもちろん聞きに行くけど、なんか気になってるけどまだ触れてへんねんなっていうやつのエピソードって聞きに行きづらいんですよ。なんかネタバレちょっとでもされると嫌やなって思っちゃうから。そうやね。完全にネタバレなしがよかったらそうなるもんね。そう。で、僕どっちかっていうとそのタイプなんですよ。紹介はいらんと。見るからみたいな。感想だけ後で聞かしてってことだよね。そういうのがなんか多いから。やっぱじゃあ感想チャンネルにしようか。漫画760も。ゴルゴ760になるってこと？ゴルゴ760にしてこうか。一番それが早いわ。まんじゅう大臣さんのこう悩みを解決するんやったら。いや、大変やと思うねんけどな。今回は2回読んできてくださいと。いや、そしたらまんじゅう大臣さんそもそももう聞いてないかもしれんし、そもそも。ゴルゴが好きじゃなかったらね。そう。そもそもさ、このお便り今読んでるのも聞いてないかもしれんわけよ。そうやわ。それってさ、僕ら的には結構致命的じゃないですか。何好きって聞く？いや、そんな、みんなに聞いてさ、結局バラバラやから好みが違うから。票が一番入ったやつだけ行く？そんな民主主義みたいな感じで行く？そういうわけにはいかんさ。僕はワルシャワ条約機構で行きたいよ、それは。ごめんなさい。ワルシャワ条約機構の内容覚えてないわ。東側ね。そうなんですか。民主主義が浸透してない側ね。そうなのね。そう。で行きたいよ、それは。いや、だからさ、やっぱ、読んだことない人でも、こう楽しんでもらえるように、まあ話そうと努力してるじゃないですか。一応ね。できてるかどうか置いといて。それに関しては、ちょっとなんかこう、悔しいなと思う部分もあるわけですよ、このお便りにね。気持ちもわかるけど悔しい。だからどうにかしたい。いや、確かにな。今自分で言ってて思ったけど、僕もネタバレあるかもと思ったら聞かへんわって思ったわ、今。だから、まあ今回のゴルゴに関してはもう一巻ネタバレしますよっていうスタートにしたけど、まあそうじゃなくて、お互い紹介するときって基本的には、まあ重要なネタバレは避けつつ喋ることの方が多いじゃないですか。だから、それぐらいは許してほしい。それの差がやっぱあるじゃん。タイトルとかサムネで分かりづらいんじゃない？そうか。ネタバレなし紹介みたいな、こう、あるじゃないですか、たまに。サムネで。ネタバレなしは嘘やねんな。それは、だってさ、不可能や。嘘ついたらええやん。いやすごい。すごいな。言っちゃってる、佐島さん。嘘ついたらいいやん。いや、よくないんですけど。みんな嘘つくよ。いや、だからまあ、もしね、このお便りの話聞いてくれてたら、他のエピソードも試しに聞いてほしいと。そう、まんじゅう大臣さん以外も。まんじゅうさん大臣。だって大臣のあと3は普通つけへんからなんかバグってしもたんやけどだから自分の知ってる作品だけ聞いてるっていう人も多分いるんやけど、その以外のエピソードも聞いてみてねっていうのもちょっと伝えたかったなと。じゃあその場合どれから聞き始めるのがいいんですか？どれから聞き始めるのがいい？おすすめエピソードは？いや、だから結構近いやつ押してくれたらいいよ。最新とか。そう、ここら辺のとかね。そう。はい、ゲットバッカーズとかね。そう。まあもしくは読んでないけど知ってる有名な作品とかでもいいじゃないですか。ドラゴンボール読んでないなとかでもいいし、まあ結構いろいろあるんで、ちょっと入り口にいろいろ広げてもらって、聞いてもらえればなという悩みとお願いです。はい。解決しましたか、悩みは。いや、してないんで聞いてくださいね、皆さん。唯一の方法はゴルゴ760にしていくことやと思うけどな。いや違う。ちゃうって、絶対苦労するって違う意味で。苦労する。760が嫌な数字。ゴルゴ14とかにする？いや、そういうことじゃない。数字の方何の問題もないね。ゴルゴ130にする？いや、ちゃう。そういうことじゃないからさ。そういうことじゃないね。そうか。はい。まあ、いろんなエピソード聞いてください。そうですね。ぜひ聞いてください。はい。
はい。ということでまた来週お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。